実験大好き MNU です。今回はね、アマチュア無線化の間でも結構ね、アンテナの調整をする道具として普及しております、こちらの方、アンテナアナライザー。当然ね、これ皆さんね、欲しいなとかもうすでに購入済みの方多いと思うんですけど、並行して必ず出てきますのがね、こちらのナノ VNA。ちょっとでこのナノ VNA っていうでも、これはね、SAA-V2 ってやつなんですけどね。ちょっと諸事情で、ちょっとこちらの方に今手元にあります。実際にね、使ってみましたので、その使い勝手含めて、ナノ VNA とアンテナアナライザー、何が違うんかっていうのをね、できるだけアマチュア無線化のアンテナが好きな人に特化した、ここにね、ついて、ちょっと私的なね、気持ち含めてご説明させていただければと思っております。やっぱり何が違うんかっていうところをね、もう本当に素人レベルですけど、簡単に説明させていただきます。で、やっぱり違うのがね、これ皆さん必ず言うのが、やっぱ価格違うわっていうのがよう出てくると思うんですよ。で、やっぱりね、このナノ VNA と言われているもの、大体、これね、ピンキリはピンキリなんですけど、大体1万円前後、もう安いもんですと、名前だけ追っかければね、5000円とか6000円でもあるとは思うんですけど、相場としたら1万円あれば大体前後ぐらいでいいものがね、手に入るんじゃないかなと思います。それに比較しましてね、アンテナアナライザーやっぱり相場が高いっていうんですか、中華からもいろんなやつが登場してますので、もっとね、安いのもあるとは思うんですけど、全般的にはやっぱり5万円以上かかるんじゃないかなと思います。周波数の測定範囲ですけどね、ナノ VNA はね、大体今はカタログスペックですと 1.5 ギガから3ギガぐらいまで。で、片やアンテナアナライザーもね、これももう作られた時期にとかメーカーさんによってピンキリなんですけど、50メガまでいけるか、それとも2メーターまでいけるか430まで測定できるかって、大体これ3グループっていうんですか。さすがに1ギガ超えるやつっていうのはね、アンテナアナライザーでは少ない傾向じゃないかなと思います。測定できる範囲っていうか項目が広いっていうんですか。このナノ VNA っていうのは、ナノっていう言葉あるんですけど、こういうね、アンテナ関係の測定器として非常な高グレードの測定器のナノ版ですので、ありとあらゆるものが測定できると。で、アンテナアナライザーもね、ほぼアンテナの調子のものは全て網羅されてるんですけど、測定項目を比べるとやっぱり少ない傾向じゃないかなと思います。ここにもあります、同時ケーブルの影響。この前もね、ちょっとご説明させてもらったところですけど、ナノ VNA はね、一応要構成は必要ですけど、構成することによってコンピューターが計算して除去してくれます。で、アンテナアナライザーはね、これもちょっと買った時期とかモデルによって全然違うんですけど、基本的にはこういう同時ケーブルの影響を受けるタイプの方が圧倒的に多い傾向じゃないかなと思います。今買うならどっちなんやと、ここね、一番気になると思います。で、正直ね、言いましてね、とりあえずアンテナの調整に特化した目線から考えますとね、安心感を最優先にさせますと、やっぱり国内メーカー、国内メーカーって言ったらほぼ限られてると思うんですけど、これの後継機種になっちゃうっていうんですかね、これの後継機種に、これが一番硬いんじゃないかなと思います。もう正直言いまして、もう絶対ね、最低限のスペックは全て保証されております。ただね、やっぱり夢とか将来性、価格面も価格って人により評価が違うんでね、何とも言えないとは思うんですけどね、価格面考えますとね、やっぱりナノ VNA もありかなと思っております。ただね、今の一番の問題は流通状況が非常に不安定というんですか、なかなか欲しいものが手に入らない。で、そこがね、一番のネックになってるんじゃないかなと思います。で、結果的にはね、このナノ VNA に関しましてはね、インターネットで検索かけていただきますとね、各局さん詳しい情報をね、提供しておりますので、ぜひともご購入前には見ていただければと思っております。でね、このナノ VN 一番のところは多くの機種があり、これもね、Amazon、AliExpress 含めてね、もう本当にね、似たようなもの、似てないんだけど、デザイン違いっていうんですか、もう山のようにあって、当然ね、販売店が買うと何を送ってくるかわからないんでね、当たり外れが結構大きいっていうのがね、一番の難点じゃないかなと思います。で、もう一つね、ここのナノ VNA、これもね、ネットで調べていただいたらわかるんですけど、大きく分けるとね、2つの流派があるみたいです。やっぱり一つがね、このナノ VNA っていうて、これが本家っていうんですか、日本の方が中心となってやられたみたいなんですけど、これがやっぱり総本家っていうんですかね、本当の本家だと思うんですけど、最近結構出回ってる、特にアリババさんあたりで結構多いのは、やっぱり海外が主体となって、もともとはね SAA
これ iPhone2 じゃなくて SAA みたいなんですけどね、まあこっちの方がね別重波としてね結構出てきてるんじゃないかなと思っております。まあ別名ねナノ VNA V2、ここに V2 が入っててるんでね、商品名としてはこっちを採用している商品が多いんじゃないかなと思うんですけどね、これに関しましてはねちょっと本家の方もおかしいだろうみたいな形で、私もねやっぱ本家が V2 であって別重波が V2 名乗るのはというのは思うんですけど、とりあえず一般論としてはねこのナノ VNA、ナノ VNA、V2 別物なんですけどね、この2つのグループの派生版が流通してるんじゃないかなと思います。でともにね悩ましいところが、まあいろんな諸事情があって、やっぱプログラム画面作りはほとんど一緒、使い方もほとんど一緒です。でやっぱり一番異なるのがこのハード設計っていうんですか。でナノ VNA ね先ほどもあったんですけど 1.5 ギガぐらいが多いです。これもね多分変わっていくと思います。もともとはね300メガまでの測定範囲を高周波を利用して、それをソフトウェアでうまいことコントロールされてね 1.5 ギガまでで SAA と言われるこっちの方がね、まあ、3ギガ以上、これがやっぱハードウェアの違いっていうんですか、高周波をあまり使わないようにした設計で、実際ねこういうの派生版のバージョンアップバージョンはね4ギガぐらいまでいってるモデルがあるみたいです。でね本当はねこんな説明せずに今一番人気あるのがねやっぱナノ VN 系、これ本家ですよね、本家にの改良版の4インチモデル VNA-H 本ですよね。これがホットは今は一番おすすめかもしれないですよね。いろんな方がやっぱりご購入されてるんで、やっぱあらゆる面でも硬い商品っていうんですか、これが欲しかって、私もこれを買ってこんなレビューせずにいきなり使い方で説明したかったんですけど、ちょっとね前回の動画でもあったと思うんですけど諸事情が発生しまして、何を思ったか SAA の、まあ、V2 っていうんですか、この派生型ですね、このタイプが諸事情で手元に今届いているような形、これがそうなんですけど、これなんですけど、でねまあもうここまで来ちゃいましたらね、まあ、SA2 このまあナノ VN V2 と言われているやつですね、まあ使えるのかで、一番ね来たモデルもこの 2.8 インチっていうて皆さんが嫌がられているモデルっていうんですか、小さいから見にくい触りにくいって悪評が高いモデルなんですけどね、まあ使えるのかっていうところをね簡単に説明していこうかなと思います。この VNA V2 ってまあ SAA ですよね、検索で分かると思うんですけど、やっぱ本家さんが作られたモデルがこういうような形で、あとはもう一つはまあ本家じゃないんだけど本家が公認してるっていうんですか、なんかここもややこしいんですけどね、なんかそういうモデルっていうのがこう紹介されてます。それからするとこれちょっと公認じゃないかもしれないんですけどね、まあ、ちょっとあらゆる面でも気にはなるんですけどね、もともと開発された方っていうのはオープンソースであってもいいものを普及させたいっていう気持ちが強いと思うので、いろんなねメーカーさんが参入するとやっぱ本家の趣旨に賛同してちゃんとね本家の言われた通りに作ってる会社と、本家のことを聞かずに少しでも性能面より安くみたいな形っていうんですか、そこでちょっとねなんかトラブルがあったんかなっていう趣旨の文章も書かれておりますので、そこもね、まあ、ちょっと今回説明しても仕方ないところだと思うんですけど、なんか結構ねややこしいでね、一番今回ねレビューでお見せしたいのがタッチパネルの反動は良いのか。これね私も初代の VNA 本家のやつ使ったことあるんですけど、やっぱりちょっとねなんか商品によってここですよね、まあ、派生版買ったからそれが悪いかもしれないんですけど、これタッチパネルの反応の良し悪しで、あと高周波回路シールドがあるのか、もうこれがやっぱり高周波測定器としての性能を結構決めるみたいですので、そこもねちょっとお見せしようかなと思います。であとこのモデルね外側のケースがない、まあ残念なんですけど、これがどうなんかっていうのもねちょっとお見せしようかなと思います。で今からねちょっと簡単なレビューさせていただきます。まずね見ていただきましたらインチ数 2.8 インチです。でちょっとねまだ買ったばかりのおまけみたいな保護フィルターがあるんでね、ちょっとねこの辺ぐにゃぐにゃ寄ってますけど、多分下の液晶は綺麗と思います。ちょっとこれまだ剥げないんでね、はい、ざっとだけお見せしようかなと思います。で実際ね、まあ、ケースには入ってはないんですけど、このような形でね、まあ、上下上手にプリント基板でしょうかね、にシルクスクリーンをされましてね、まあ、最低限のこういうなんていうんですか、まあ、保護というか見栄えを良くさすための工夫はされてるんでね、あんまり個人的には違和感ないですね。基板むき出しだとこんなん使えないんですけど、まあ側面以外は綺麗にこう保護されているので、まあまだ許せる範疇かなと思います。で必ずねこういうものを買った時にね気になりますのがここですよね。皆さん
ちょっとこれネジで開けることはできないんですけど、シールドの板はねセットされて、ボックスはセットされてるんでね、高周波対策はねされているんじゃないかなと思います。ここですね、ここになりますね。であともう一つね気になりますのが、ちょっと反射して見づらいと思うんですけど、タッチパネルなんですけど、こういう形で、実際私もねちょっといろいろとこれ触っていったんですけど、私の爪でもね結構液晶カメラですね、カメラぐらいの、タッチ感っていうんですか、そんなに違和感なくてね、昔はここがものすごくなんかタッチが悪くて、これもねちゃんとタッチペンがね付属で来てはいるんですけど、個人的にはこれがなくてもね、私は操作できました。で字も小さいんですけど、私も年してるんでね、もうそろそろもう老眼も入ってはきてるんですけど、まだ耐えてますね。もっとひどいものかなと思ったんですけどね、 2.8 でもね感じ的にはまだまだ私は操作できるかなっていう感じになっております。であと皆さんね一番気になってますのが特性で、いろんなチェック方法があると思うんですけど、一通り構成しましてね、アイソレート、こちらとこちらの端子がどれぐらいね分離できているのかっていうので、マックスここ3ギガですね、ここ3ギガにしてあって、こちらが何本ですかね、100メガですかね。でこれぐらいの感じですね。普通ねこの辺が間隔が広いほど性能が良くて、ここにねちょっとピークがありますけど、1.5 ギガぐらいまでは綺麗ですね。で3ギガ経ってもこれぐらいの暴れで、これの辺もね騙されてたら痛い、ソフトで騙されてたら痛いんですけど、結構ね高周波的にはちゃんとこれ考えられてて、一応カタログスペックはね保ててるように見えてますので、来てる部類じゃないかなと思います。こちらの方に USB でポートがあるんでね、これとちょっとね短くて申し訳ないですけど、ノートパソコンをね簡単にだけ接続させていただきました。でこれでね、実際にこれはまたOEM 各局がすでにねこういう情報を開示してくれてるんでね、そちらを見ていただきたいんですけどね、今からパソコンを接続してみてね、無事に使えるかどうかねちょっと確認していきたいなと思います。で今ねちょっとコネクションしました。ここが変わったと思うんですけどね、ノートパソコン上の専用のソフトで使うのが前提になってるっていうのも、こういうところがベースになってる、要は画面がもう完璧に見えなくなるというんですか、この辺の使い方はねまた後日私、OEM 各局の方が詳しいこと書かれてますけどね、アンテナベースの使い方はねまた後日説明しますけど、パソコンとの接続もね一通りうまくいったということだけねお伝えさせていただきます。はい、皆さんどうだったでしょうかね。簡単なねまとめちょっとさせていただきます。結果的にねもう諸事情で間違って届いたこの SAA、バージョン2ですよね。正直言うたらなんか思った以上に使えそうな感じは見受けられます、ものすごく。でただそれなんでねちょっと諸事情で来ちゃって、今後今はちょっとねクレーム最大マックスでもうシステム上でも申告しておりますので、ただね今後の対応どうしようかなともちょっとね日本人の気持ちもあるんでねちょっと困ってるような状況です。使い勝手 2.8 でも結構操作ができたところはねやっぱ大幅な改良っていうんですか、同じくタッチパネルはね抵抗被膜っていうもんですけど、やっぱり使ってるその品質とか回路設計とかケーブルのワイヤリングっていうんですか、そういうのもあるんやと思うんですけどね、本当にね 2.8 ですけど普通の市販の商品並みにテキパキ動いております。非常にね使ってても 2.8 ですけど違和感ありませんでした。それ以上のインチ数が必要な場合は屋外に出さない、机の上に置くような使い方が主体でしたら、パソコンと連携させても、これがね結構今流行ってる使い方ですので、パソコンと連携させるのもありなんかなっていうのは思いました。ただ今ナノ VNA 業界全体として非常に供給が不安定です。私が最初買おうとした4月頃はまだそんなことなかったんですけどね、特にこの5月下旬から6月に入ると先ほどインターネット上でいろんな OEM 局がこのモデルこっから買ったらいいよっていう何ていうんですか安心感のある販売店から出てるモデルっていうのはほぼねもう在庫がないような状況、もう未定とは言わないんですけどね流通している状態が不安定になっております。で結果的にね少し触った感じ、これはねもうちょっと別動画でもね実際に測定している様子をお見せしようかなと思ってるんですけど、アンテナの SWR の中心、これ従来の調整の仕方ですよね。これだったら正直言えばお金のこと考えなければアンテナアナライザーでも十分というよりも
屋外では使い勝手がいいのかなっていうのがちょっと私の結論です。まあ確かにね、次回以降にね、これちょっとやっぱり口で言うても仕方ないですので、アンテナの調整に使った事例をね、後日また動画でちょっと間隔を空けながら数本ねご紹介できればと思っております。で結果的にね、いろんな方からもねコメント欄からご質問いただいたんですけど、ナノ VNA は今のところはね流通がね安定してから購入した方が楽かなと思います。やっぱ OEM 各局からこのモデルのこのお店から買ったら安全ですよっていうところからね、買えるようになってからねご購入いただいた方がいいと思います。ソフトもハードもさらに改良されたモデルっていうのが出てくると思いますので、流通が盛んになってきますとやっぱり一般的にはこういう粗悪品っていうのは減ってくると思うんでね、やっぱりリスクが下がると思いますので、今はね待ちのモードかなと思います。でとりあえずねこういう待ってる時こそ、やっぱり情報収集っていうんですか、使い方はね結構ネット上とか YouTube でもいろんな方々が情報を出してますんで、できればねそういうのを事前に見ていただいて、事前のお勉強で、あとよければねこの開発の歴史、結構ね細かな情報もGitHub って言われるようなその情報を開示する、これはもともとはソフト業界でよく使えているシステムですけどね、そういうもんで、日本語はほとんど少ないんですけど、英語含めて結構公開されてるんでね、よければこういうものも見ながらね事前のお勉強の時間じゃないかなと思っております。今回簡単にご紹介させていただきましたが、結構ねもうこんなのもう1年以上前から流行ってるでって言われたら終わりなんですけどね、結構ね見ますと皆さん机の上で使ってる事例は多いんですけど、現場でバリバリ使ってる事例っていうのはよく考えてみると、撮影するのも難しいんで、動画で撮るの結構めんどくさいんで、それもあるとは思うんですけど、屋外でバリバリ使ってる事例っていうのは意外と少ないと思いますんでね、当チャンネルではこういうのを中心に実際に使った感じをねご紹介できればと思っております。おそらくお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。